皆さん、海外旅行って1回行けば満足する国多いですよね。でも、なぜか2回目、3回目、10回目で戻ってくる人がいるんです。なんでなんでしょうか？僕、韓国から来て日本に9年住みました。しかも33カ国ぐらい回りました。だからわかるんです。日本って観光地じゃない、中毒化する国なんだって。今日はその理由を5つ話します。1つ目、京都が毎回別の国になる。2つ目、来年も移行になるイベント構造。3つ目、旅館が寝る場所じゃないけん。4つ目、北海道から沖縄まで国が何個もある。5つ目、失敗しにくい旅行のやばさって話です。まず一つ目、京都が毎回別の国になるって話です。外国人が日本にハマる理由、同じ場所なのに四季があって毎回全然違うということです。これ実は世界でもかなり珍しいと思います。例えば京都、春に行くと街がピンク色になります。哲学の道、嵐山、清水寺、風が吹くたびに桜がぶわっと舞う時がありますね。外国人、本当に止まります。写真撮ります。みんな空見ます。でも夏、全く別です。暑い。セミがうるさい。浴衣の人が歩く。気温差のコンコンチキチンが夜に響く。花火の煙の匂い。屋台の焼きそば、汗。もう日本の夏アニメの中です。さらに秋。今度は赤。寺が真っ赤になる。夜のライトアップで紅葉が燃えてるみたいになる。外国人観光客。ここでうわーって小さい声を出してしまうかもしれないですよ。冬はもっと面白い。雪静けさ温泉露天風呂で白い湯気が上がる。竹林がシーンとしている。同じ京都なのに別の国みたい。だから外国人ってこうなるんですよ。去年は秋だったな。次は夏に行こうねって。普通の国って1回で観光クリアになるんですよ。でも日本はそれが通用しない場合がある。季節が毎年マップを書き換えてるんです。2つ目、来年も移行になるイベント構造です。日本ってイベントの復活力が異常なんだと思うんですよ。どういうことか、毎年同じ時期で同じレベルでちゃんと変えてくる。これ実は簡単なことじゃないと思うんですよ。例えば花火大会、隅田川、長岡、大曲、夏になると日本中の空がドーンってなる。浴衣、屋台、川沿いの熱気。外国人は日本の夏の匂いを覚えるんですよ。しかも日本人ってめちゃくちゃ準備するじゃないですか。警備、掃除、電車、誘導、数万人来てもなんとか回る。海外だとここまで安定してるイベントかなり少ないんじゃないかなって思うぐらいですね。祭りとかも同じで、青森ねぶた祭、博多祇園山笠、徳島阿波踊りとか、今年も始まったって毎年ちゃんと戻ってくるじゃないですか。普通の国だともう楽しんじゃったな。でも日本は来年もこの行事の場にいたいなってなると思うんです。ここめちゃくちゃ大事で、日本旅行って思いつきじゃなくて年間イベントになっている時があります。長年積み上げた季節のルーティンっていうのが強いんだと思いますね。外国人がカレンダー見ながら旅行を計画する国、これ実はレアなんだと思います。3つ目、旅館が寝る場所じゃない件です。外国人驚くのは宿ですね。これ、韓国人の僕が初めて旅館行った時に驚いたんですよ。あれ、旅館って実はこの旅行のメインだったんだと。そう、日本ってホテルや旅館そのものが観光地になっている場合あるんですね。例えば箱根、チェックインした瞬間、畳の匂い、窓の外は山、川の音、中井さんがお茶持ってくる。もうその時点でまた別の旅行が始まってますね。夕方になると温泉に入る。露天風呂で冷たい風が顔に当たる。湯気がふわっと上がるんですね。で、夜になると部屋に懐石料理が並ぶ。刺身、天ぷら、炊き込みご飯。外国人写真が止まりません。つまり日本の宿って寝るだけじゃないんですと。海外だとホテルは移動の中継地点なこともよくありますが、日本の場合ですと旅館っていうところに行くことで泊まること自体がイベントなんだと思うんですね。だから東京だけじゃなく地方が強いのかもしれません。観光名所を1時間見て終わりじゃなくて夜まで朝までその旅行の体験が続くんだと思うんですね。だから外国人で旅行が好きな人はまた別の旅館に行きたいんだってなると思います。
4番目、北海道から沖縄まで国が何個もあるということです。日本って地域差が大きいと思うんですね。これ外国人がびっくりするポイントです。例えば北海道、ラーベンダー畑、雪、広い道、ここスイスって誇張すれば思っちゃうこともあったり、でも東京に来ると真逆ですよね。新宿、渋谷、電車、ネオン、夜11時でも人が多い。外国人はそれを見て未来都市なのかってなる人もいる。京都はまだまた違う。寺、木の匂い、石畳、抹茶、時間の流れが遅い。そして大阪に行くと急にテンションが変わる。たこ焼き、通天閣、お茶のつこみ。街全体がバラエティ番組みたい。沖縄はもう南の国ですよね。海の色違いますよね。空気もゆっくりしてますよね。三振の音が聞こえる感覚ありますよね。つまり、日本という国は一つの国なのに人格が全部違うんじゃないかって思っちゃうんですね。外国人から見ると意味不明なんです。なんで同じ国でここまで変わるのって。だから一回じゃ終わらない。東京行った人が次は北海道、次は九州、次は沖縄みたいに続編が無限に出るゲームみたいなんです。5つ目、失敗しにくい旅行のやばさということです。これね、意外とでかいんですよ。日本って旅行から来るトラブルのストレスっていうのは少ない方なんだと思うんですね。例えば、電車とか新幹線、高速バスとか、時間通りに来ますよね。で、日本って地方にいても安定感強いじゃないですか。東京にいても、沖縄にいても、大分にいても安心して夜歩けると思うんですよね。コンビニ行けますよね。財布を落としても戻る確率、僕統計見たことありますが、確か50%以上はなってた気がしますね。スマホ置いても残ってますね。これね、海外だと普通じゃないんですよ。僕イタリアとかフランス行って、これ置けない。もう荷物全部カバンに入れて、カバンごと毎日24時間持っているってことが当たり前だったんですね。もう日本は他のところにもたくさんあって、例えば水道水飲めますよね。コンビニどこ入ってもご飯って一定の味していてうまいですよね。だから、こういうところで安心感感じるんですよ。海外旅行って本来考えてみると予測不能なんですよね。皆さん外国行って電車来ないとか、ぼったくりとか、道危ないとか、トイレ汚いだとか、そういった経験ありませんか？それって体力使ってませんか？日本に来たら予定通り進むって安心感があるから、そういったトラブルに対するストレスは少なくて、日本という国、観光が素敵な国だなってなって、安心して冒険できる国になるというふうに思います。ここまで見ると外国人が日本に何回も来る理由、なんとなくわかりますよね。ただ景色が綺麗です。それで終わりじゃないんです。僕の場合はね、毎回新しい日本が出てくるからですっていうふうに思ってるんですね。春に泣いて、夏に汗かいて、秋に静かになって、冬に温泉で溶ける。しかも安全時間通り、地方ごとに別の国みたい。これ面白いですよね。僕、韓国人として日本に9年住んでますが、今でも普通に日本これは新しいって瞬間あります。だから海外の人は日本を消費してるんじゃなくて、通ってるのかもしれません。ディズニーのナンパスみたいに、また今年も行こうっていうのが起きるんですと。もちろん最近は外国人が来すぎて、それはまた問題になってると思いますが、なんとか政府の皆さんがそういう問題も解決しつつ、本当に日本のことをリスペクトしてる外国人、本当に日本の魅力を好きになってくれる外国人がいっぱい来たらいいんですよね。リスペクトして、地方のいろんなところに行って、そういうところで、お金もいっぱい使って、そういう地方の人たちとちゃんと交流して、綺麗にしていく。そのような観光になったら、日本の方も外国人の方も、両方とも嬉しくなるんじゃないかなというふうに思います。よかったら他の動画もぜひ見てください。以上、バクでした。アニョン。